深部、深いところ、手術ではなかなか行きにくいところも取れるというのも示しています。血管って体中に開かれた道なんですよね。人間の脳のこの機能が理解できれば、それを人工的に作る夢を持って計測はしているところです。もう本当に SF の話にどんどんなっていくんですけれども、いくら健康でいくら寿命が伸びても人らしさを失ってはいけない。それでも進めていくってことは僕は大事だなと思って考えています。皆さんこんにちは。株式会社アラヤサイエンスコミュニケーターの川原です。今回はムーンショット目標1家内プロジェクトインターネットオブブレインズ、こちらは通称 IOB と呼ばれているんですけれども、 IOB の研究者による対談ということで、 IOB にて極低侵襲 BMI の研究開発を進めていらっしゃる先生方にお集まりいただきました。柳沢先生、関谷先生、中村先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。柳沢拓文です。大阪大学医学系研究科神経情報学というところで教授をしております。私はIOB の中では侵襲型 BMI ブレインマシンインターフェースの開発を担当しています。侵襲型というのは頭の中にですね、手術で電極を入れて脳の信号を取って、それを使って BMI を実現するという、そういう技術の開発です。今この中では血管内脳波を使ってそれを拡張していこうということで頑張っています。大阪大学産業科学研究所の関谷と言います。私は柳沢先生、中村先生と一緒に血管の中から脳の活動を計測する電子デバイスの研究開発をしております。特に私の研究は材料とか、それからさまざまな電子デバイスを柔らかく作って、で血管の中に血管を破損することなく長く留置して、血管の中から脳の活動を正確に測る、そんな取り組みをしております。皆さんご存知の通り、血管って非常に柔らかいですし、また血管の中にずっと物を置いておくと血栓ができてしまったりとか、体は防御反応がありますので、そういったものをいかに下げながら脳の血管の中から生体情報を取っていく、そんな電子デバイス、材料の研究開発をしております。よろしくお願いします。大阪大学医学系研究科脳神経外科学の中村はじめと申します。私はこのチームで血管内に極低侵襲デバイスというものを送り届けて、実際にその脳波を計測するという技術的なところですね、そこで関与させていただいています。私は脳神経外科の中でも血管の手術を専門にしてまして、これまで約25年程度従事しておりますので、その技術をこのチームにできるだけ貢献するように使っていただいてですね、できるだけ患者さん、それから人ですね、人の体に侵襲が少ない方法で脳波が取れるように、そんなことをやっていきたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。今3名中心となって研究を進められていると思うんですけれども、 IOB でご一緒になる前、もともとお知り合いだったんでしょうか？そうですね僕と中村先生はもちろん同じ脳外科で、僕は中村先生に教えていただきながら脳外科医をやってきたっていう感じで、僕と関谷先生は主に密な研究は今回の IOB が初めてかもしれませんけど、その前からもちょこちょこ一緒にはいろいろさせていただいていました。関谷先生大変ご高名なので知らない人はいないみたいな感じで、はい、むしろ脳外科医でいらっしゃりながら、ああいった情報処理とかですね、そういった計測技術をずっと長年研究されている柳沢先生のこと、私も長く存じ上げてたんですけれど、この度ムーンショットをやるにあたって柳沢先生に声をかけていただける光栄がありまして、お役に立てれたらいいなと思ってですね、そういった中でご一緒することができました。なのでもともとお互い結構知ってはいて、一緒にコラボレーションをするっていうのは今回が初めて。そうですね。
というような形になっているんですね。ありがとうございます。こちら BMI というものは一体どういう技術なのか、柳沢先生。BMI はブレインの B と、マシーンの M の、I でインターフェース。インターフェースっていうのはその脳と、機械の間をこう仲介するような、そういうものということですね。で、脳から、機械に対してこう何か情報を伝えたり、逆に機械から脳に情報を伝えたり、それを双方向にやったりと、そういったことを実現するための技術ということになります。で、例えば体が動かない患者さんが、自分の体の代わりにですね、脳で考えたことで、信号を出して、その信号を介してこう、意図を伝える、自分のアバターをですね、頭で考えるだけで操作して、人に意思を伝えるとか、また逆に、体の感覚がない方に外から情報を入れて、人工的な感覚を、作るとか、そういったことができる技術が BMI ということになります。例えば、侵襲であったり非侵襲というのはよく耳にするんですけれども、極低侵襲という言葉は、IOB だけで使われている言葉なんでしょうか？そうですね、極低侵襲っていう言葉自体はいろいろな医療の現場でもきっと使われているんだと思います。やはり体を計測するっていう立場に立った時に、例えば血を取ったりとかですね、何かしら体内に入ってた方がよりたくさんの情報を取れるという観点においては、計測器自体は体にどうしても入っていったりとかっていうことが重要になってくるんですけど、計測の目線から見ればですね。でもそれだとやっぱりいつもある状態、健康な状態をやっぱり少し乱しながらの計測になってしまいますので、医療のお立場から見ればいかに自然な健康な状態を計測するかということが大切で、そうなってくると計測の立場と医療の立場を折衷案を取るとすると、ちょっと入らせていただくんですけれど、なるべく体にダメージのない損傷のない形でっていうことで、極低侵襲という言葉があるんだと思います。で、小さいから極低侵襲にしたりとか、細いから極低侵襲にするっていう考え方もありますし、我々の場合は薄くて柔らかい体の皮膚みたいな柔らかさで計測器を作る方で極低侵襲を実現したいと思っておりまして、はい、今そういった形で、材料それから電子デバイスの研究開発に取り組んでいます。2024年に先生方が、出された研究について中心にお伺いしていければというふうに思います。極低侵襲という言葉、ミニマリーインベーシブというふうに英語では呼ばれていると思うんですけれども、IOB 以外でも、海外などでもこういった研究は実施されているということなんでしょうか？そうですね。ミニマリーインベーシブって言葉を作ったのはトム・オックスレイっていうオーストラリアの研究者が最初だと思うんですけど、血管の中に、ステントっていう網状の筒をですね入れて、でそこに電極をつけて脳波を取るっていうのを報告しています。でただそれは頭の中の真ん中にある結構大きな血管で、しかも血管の壁が硬い、しっかりした血管に使えるものなんですね。で、頭にはもちろんもっと小さな血管、脳の表面を張っているような柔らかい血管があって、そういったところにもし電極が入れば、もっとですねいろんな信号を取ることができて、より患者さんに役に立つような BMI ができるだろうということで、そういった極限に難しい血管に入れられるデバイスを作ろうということで、これが始まってます。それができるのが関谷先生のデバイスですし、中村先生の技術ということになるかなと思います。ありがとうございます。米国にシンクロンという会社があって、先行研究としてステントロードというものを開発されていると思うんですけれども、こちらと比較しましてどういった違いがあって、どういったメリットがあるのかについてお話を伺いたいんですけれども。そうですね。シンクロンは頭の真ん中の血管ですね、上視上静脈動っていうところにしか入れないデバイス、今のところそこにしか置いてないっていうこともあるんですけど、でどうしても硬いんですね。本当にパイプみたいな構造なので、
なかなかこう、曲がりくねったところに入れるってのは難しいですし、そのまっすぐした硬いところに留置してノウハウを取るってことで、進んでます。だけど僕らのやつは先ほど中村先生がおっしゃっていただいたようにもう脳の表面の曲がりくねったところも入っていけるということで、特にBMI で使う信号っていうのは、手を動かしたりこう口を動かしてこう喋ったり、そういったことに関連する脳信号を使いたいんですね。これを使うと書く代わりにタイピングするとかですね、脳でタイピングするとか、喋る代わりにアバターが喋るとか、そういうことができるようになるので、そういった脳の場所って真ん中よりちょっと外側なんですね。だいたい4センチとか、もちろんもう6、7センチ離れたところにあるので、ちょっと真ん中に電極を置いてしまうとちょっと遠いんですね、そこまで。でうまくそういう信号が取れない。で僕らはそこまで近いところまで電極を置いて、手とか口の信号を取ってより精度のいい BMI が作れるんじゃないかなと思ってます。ステントロードと比較してなんかその素材の面で違いっていうのはあるんでしょうか、関谷先生。はい、こう真ん中の血管からこう右側左側にこう出ていく、そういった血管が細いのとともにとっても柔らかくて薄くて、壊れやすいと。特に静脈を我々計測対象としてまして、静脈は血圧がかかりにくい状態ですから、どうしてもこう金属みたいなものが入ってくると、血管が破れてしまうリスクが高まるという中で、我々は薄くて柔らかいフィルムを使ってるんですね。フィルムをこう螺旋状にして血管の中で広がるような形で、金属ではない薄さ、それから柔らかさをこの有機材料で出すことで、なるべく血管の内壁に負担がかからないように工夫していまして、そこは我々の材料、それからプロセス技術ですね。特に薄くて柔らかいとどうしてもいろいろな硬いものを、例えばシリコンのトランジスタとかですね、回路とかそういったものも置けなくなってしまいますので、薄くて柔らかいところになるべく凹凸のない電極であったりセンサー材料とか、そして血栓ができないようにするための高血栓性材料を塗ったりとか、そういった材料とそれから柔らかさを損ねずにこう集積化していくプロセス技術でなんとか血管の中でも長く計測できるようにしたいと思ってます。ありがとうございます。2024年に公開された研究についてさらに詳しく聞いていきたいんですけれども、こちらの研究では豚の脳を使って実験をされていたと思うんですけれども、どういった血管から信号を計測されていたんでしょうか。私たちが目指しているのはその脳の表面の網の目のように、走ってる、そうですね、人でいうと大体2ミリ程度の血管から取りたいと。で今回まずいきなり人でやるわけにいかないので、その豚のその脳の表面の血管にアクセスして脳波を取ると。ただ豚って体は人間と同じぐらいと思われるかもしれないですけど、脳のサイズっていうのは実は3分の1ぐらいで、つまり人の脳の表面の血管が2ミリだとするとですね、豚だったら 0.8 ミリ 0.7 ミリぐらいなんですね。でそういったところに関谷先生のグループが作られた非常に柔らかくて組織に優しいデバイスを我々が今までの脳外科の技術で培った送達する足の付け根から頭の血管の中まで入っていくっていう、そういう方法でデバイスを届けて、それで脳の表面の血管から脳波を取ると。でこれによって脳の中心部の血管から得られる信号よりも非常に細かくて精度の高い信号が取れるということが分かってきたというところですね。でこういったことは今まで道具もなかったので我々やろうとも思ったことはなかったんですけれども、デバイスを作っていただいて、で私たちの血管内治療の技術もだいぶ進歩してきて、でそれを解析する柳沢先生の技術も進歩してて、全部が進歩したので、行うことができたっていう、そんな感じですね。もう先生方3名の知識とスキルを集約した結果、このような研究ができているということでありがとうございます。豚の血管を使ってカテーテルで入れていくっていうふうにあったんですけれども、先生方が作成されている研究のデモ動画みたいなものを
を見させていただいたんですけれども、ガイドワイヤーみたいなものがこう曲がって血管の細い方に入っていくっていうものを拝見したんですけれども、あれってどうやって操作されているのか教えていただけますか？はい、これが豚の頭だったとしましたら、我々今は豚の足の付け根の血管から入っていってるんですね。で頭から足の付け根まで1メーターぐらい離れてて、でまず足の付け根から首のあたりまで、首の血管って比較的太めなんで、そうですね、だいたい2,3 ミリぐらい3ミリぐらいの管をまず足の付け根から首のあたりまで持っていくと。で、その3ミリの管の中を通して今度は 1.5 ミリぐらいの管をずっと今度は頭の中まで入れていくと。でその時にただ管を押していくとですね、まっすぐにしか進みませんので、ガイドワイヤーっていうんですけど、もうすごく、イメージとしてはものすごく柔らかい針金って言ったら硬いイメージがしますので、紐と針金の間のようにもう押せばふにゃっと曲がるような紐のようなもんですね。でこれをちょっとだけ先を曲げます。で手元でそれをくるくる回すとこの方向が変わるので、それで行きたい方に向けておいて、さっきの 1.5 ミリぐらいの管を進める。で次のカーブを越えるとまた進めるっていう感じでずっと進めていきます。でただその1ミリ弱の血管、それも脳の真ん中から脳の表面に出てますので、そのワイヤーも硬いと突き破ってしまうんですよね。で今はですから我々が医療用で使うワイヤーの中で最も柔らかくて最も細いやつを使って、豚の脳の表面の血管に誘導していると。その先の 1.5 ミリの血管カテーテルだと、その真ん中を走っている太い血管にしか入れれないので、脳の表面に入っていく場合は1ミリのない1ミリ弱のカテーテルを使って侵入していってると、そんな感じですね。はい、手動でその向きを変えているっていうこと。そんな皆さん自動でこう向いていくって思う。いや将来的には多分石谷先生はそういうのは作ってくれると思うんですけれども今のところは手動で、やってる感じですよね。特別な人しかできない手術はやっぱりダメだと。全員ができるようにならないと。おそらくそこら辺はその技術がカバーして誰でも安全に、例えば突き破りそうになったら力を感じてなんかアラームが鳴る、光がつくとか、なんかそういうふうになっていったら一番いいなとは思いますけどね。ありがとうございます。豚の脳がすごくもう小さくて、人間の脳と比べてやっぱりすごい小さい脳にあるやっぱ血管なので、すごく先ほどおっしゃっていただいたように細かい血管にそうやってカテーテルで通していくっていうところですごく高いスキルが求められると思うんですけれども、これって他の外科医の方でもできるようなものなんでしょうか？そうですね。やっぱり人に比べてちっちゃなサイズがちっちゃいので非常に難しいです。で私が医者になった頃はまだその血管の中から頭の中まで入っていってですね、治療をするっていうのはまた始まったばっかりだったんですよ。で今20年以上20-30年経過してかなり技術が確立されてきまして、今脳血管の手術の主流になりつつあります。でそのトレーニングをきちんと受けられたドクターであればおそらくできるようになってると思うんですね。ですので別に僕の技術が特殊でできるというわけじゃなくて、おそらく血管内治療というものをやってきて技術がある程度高まった先生だったらできるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。でも一方でですね、私も中村先生がこう X 線で見ながらこう細いデバイスを通しているところをこう拝見してるんですけど、少なくとも私には全く血管が見えなくてですね、こう上から撮っておられるんですけれども、そこに何かありますみたいなところをこうスーッと通していかれるんですよね。でも血管ってすごい薄くて柔らかいんで、ブスって刺したらもうそれで実験終了ってなって、後ろで我々20人ぐらいがぶわーって中村先生のこの手技を見てるんですけど、
あれでブスってやった瞬間にもうはい終了みたいな感じでそうですね。帰らないといけないですよね。福島までみんな大阪から行ってるんですけど、僕の一月で多分全員帰らないと思います。みんなはいじゃあ今日ここまでとかって言って、ある意味ものすごいコストがかかってみんなで行ってる、いや後ろから見るプレッシャーは半端じゃないと思うんですけれど。ね、やっぱりおそらく僕以外の外科医も毎日そういうところで戦ってるので慣れてるといえば慣れてるというか、でもそれで結果を出さないとダメなんで、あとはそうですね、やっぱりおそらく10年前だったら今のようなことできなくて、やっぱりテクノロジーというか道具の進歩がやっぱり大きくて、技術の進歩って多分人間ってあんまり変わらないと思うんですけど、道具が良くなったからじゃないかなっていうのは僕らは思ってますけどね。いや貴重なお話をシェアいただいてありがとうございます。今回の、電極なんですけれども、一度脳に入れた後に取り除くことっていうのはできるんでしょうか。中村先生教えていただければ幸いです。ちょっとさっきの関谷先生のお話の続きなんですけれども、もともと病院で医療で使われるカテーテルデバイスっていうのはほとんどが動脈の病気を対象にしてまして、っていうのは動脈っていうのは脳に血を送る血管なので、そこが細くなってきたら広げてあげないとダメだし、そこから出血してたら止めてあげないとダメ。そういうことで動脈っていう比較的強い血管で、それを対象な道具が使われてきたと。で静脈の方から我々脳波を取りたいんですけど、そういう道具っていうのは実はもう全くないんですよね今。ですから今まで誰も入っていったことがないところに、それも柔らかくて脆い組織に入っていくと。ですから全く新しい素材の柔らかい道具が必要と。で今そこに入れるってことが大体分かってきて、じゃあ次心配というか考えたいことは、もし不要になったら抜けるのかどうかとかで私はやっぱり医師の立場からすると、必要がなければ抜けた方がいいとか、そういったことは思ってるんですが、やっぱり抜くことによって組織を傷めるっていうこともあるので、今おそらく落としどころになるというのは、長期間留置しても体に害がない、なんていうんですか、馴染んでいくような、柔らかくて生体に馴染むような、そういうものを作っていくと。もしかしたらえいやって抜いちゃったらいけるかもしれないんですけれども、やっぱりリスクっていうのも考えないとダメなので、今は長期間留置することも想定した体に優しいものを作ると、その方向で向かっていってるかなと思います。その福島の施設などについてちょっとお話を伺いたいんですけれども。我々今豚の実験をするために、福島医療機器開発支援センターというところに行ってまして、福島県の郡山市にあります。で私たち全員大阪なのに、なぜわざわざ大阪から福島まで行って実験をしているかというと、動物の解凍とそれからカテーテル手術と両方できる、それも高い精度でできる施設っていうのがいろいろ探したんですけど、あんまりなくてですね。で我々が考えている脳の表面の静脈に入っていけるぐらいのカテーテル手術の時に血管造影装置っていうのがいるんですけど、そういう細かな操作をするのに適した血管造影装置があるのが福島しかなかったんですよね。日本でこの我々がやりたい実験ができるのが福島でしか今はないので、毎月みんなで合宿に行くぐらいの感じで行ってます。でそこは本当に病院のように、動物用の病院みたいな感じですごくきれいで、清潔な部屋で解凍ができて、同時にカテーテルの手術もできると。で今ちょっとここにモデルを持ってきましたけれども、こちらに置いているのが実物大の人の脳のサイズで、こちらに持ってきましたのが豚の脳の大きさなんですね。でこの豚の脳の表面を走っている血管っていうのが、さっきも言いましたようにだいたい1ミリ弱ぐらいで、レントゲンでその血管を見ながら、豚の足の付け根1メートルほど離れたところからミリ単位の操作でここに入っていくと。
で、必要があれば頭を開けてですね、同時に脳の表面からも脳波を取ったりとかいろいろできると。そのカテーテルと開頭手術ができるところが少ない理由っていうのは何かあるんでしょうか？そもそもがですね、そんなことをやろうっていうのがあまり考えたことがなかったっていうのもあるのと、やはり血管造影装置、アンギオ装置っていうのは非常に高価なものなんです。で、我々の付属病院に入れている人用の手術用の血管造影装置っていうのは当然何億円もするんですね。でそれを動物実験のためにですね、もうメンテナンスもしながら最新の状態で置いてくれるっていうのはなかなかおそらく採算も取りにくいので、そんなに、普及してないというかないんですね。ですから僕らも本当に半ばは諦めかけてたんですけれども、福島県の施設が公の施設なんですけどあったのでできたと。ですからまずやろうと思ったことがあまりそういう実験を計画する人がいなかったっていうことと、仮にいたとしても採算が合わないのでそういう、実験施設作れなかったっていうことがあるんじゃないかなと思ってます。もうでも先生方すごい忙しいと思うんですけれども、そんな中の調整してスケジュールを合わせて行っているということなんですね。そうですね。ですからメンバーはすごく多くってやっぱりシフトを組んで初日から入れる人は初日から入って2日間土日やってるんですけど、金曜日の夜に入る人と、土曜日から入る人と日曜日から入る人とか、あと今の季節だったら雪が積もるとかいろいろあるので全員飛行機で行くと全員行けなくなっちゃうんで僕のチームの若い者には前の日から新幹線で行くようにっていうリスク分散をしたりとかですね、そういうこともやってます。はい、なるほど。なんか今後大阪大学でなんかそういうものを準備したりできないんですかね。作ろうと思ってまして、はい、やっぱり今回福島に行ってやってみると本当毎回新しいことを発見するっていう感じでこうなってるんだみたいなこととか、そういう静脈からね脳波取るってことで本当発見が多いですし、でやっていくとなんかもっといろんなことできるんじゃないかなって思って、でだからああいう計測できる環境がもう近くにあっていつでもできるみたいなことになるともっと進むんじゃないかなっていうのはすごく思ってまして、で今ちょっと阪大でもそういう計測ができるようにならないかなということでちょっと、調整をしております。はい、楽しみですね。はい。さらにその研究が加速して、そうですね。それしたらものすごい加速すると思いますね。本当に阪大でそういう開発の拠点みたいな形になれると思っていて、デバイスも作ってすぐそこでテストもできるし、あとトレーニングとかも使えると思うんですけど、さっきの若い人のトレーニングとかで動物を使ったトレーニングとかもできると思いますし、いろんなことをチャンスが出るんじゃないかなと思いますけどね。それではここからは先生方の研究のこの先の展望について深掘りしていきたいなと思います。先生方はこの極低侵襲 BMI 技術を社会実装を見据えて開発されているというふうに伺っているんですけれども、社会実装していくにあたって抱えている課題のようなものがございましたらお一人ずつ共有いただければ幸いです。課題というか、社会実装のためのプロセスがあって、特にその人に使うためのプロセスですね。僕ら今まだ豚でしかやってないので、これを安全に人で使えるのか、人で使った時に有効性、ちゃんとその機能を果たすのかどうか、それをデータとして示さないといけないわけですね。でそのために、まずは動物の中で、その開発したデバイスが安全に使えるのかどうかっていうデータを取って、で、人で使えるような製造ですねのプロセスを確立して、で人で実際に使ってみて、実際役に立つってことを証明して、で、その先に、実際にいろんな患者さんに使っていただけるっていう段階が来ると思ってます。そのプロセスをもう最速で今進めようとしているところっていう感じですね。昨年2024年の研究では
まだ長期的な留置っていうものは確かめていないというようなことが書かれていたと思うんですけれども、そちらも今後は検証していくっていうような感じそなんでしょうか。うですね。それは今検証しているところで、実際すでに長期留置は始めていて、しっかりデータ取れているっていうのを今見ているところと。はい。もうすぐまた新しい論文も出していけるかなと思いますし、はい、そういう成果をどんどんと、今年も発表していこうと思いますけどね。楽しみにしております。はい、ちなみにそういう長期留置の実験ってどのぐらい留置してたらなんていうかクリアみたいな基準とかってあるんですか？はっきりした基準はないんですけど、3ヶ月とか6ヶ月とか、留置してちゃんと中に血栓ができないかとかですね、そういった安全性を確かめるってことが必要になってきます。だいたい6ヶ月も留置してたら相当長いなっていう印象で、もうそこまでいけてたらもう十分なんじゃないかと。で人でそういうトライアルをする研究って海外でよくやられてるんですけど、それも1年とか2年とかが研究期間で、それ以降はもう患者さんが希望すればやりますっていうのが多いので、そのぐらいの長期留置っていうのが一つの目安かなと思いますけどね。その社会実装を目指していくとなると、例えば素材であったりの大量生産みたいなところも考えていかなければいけないと思うんですけれども、そちらについてはどのような研究が進められているか教えてください。ありがとうございます。そうですね、用途にもよると思うんですよね。すごく特別な計測の場合でしたらそんなにたくさんいらないかもしれませんし、いろいろな方に使っていただくような用途の中にはやっぱりちゃんと大量生産して安全性も取っていかないといけないと思っています。で柳沢先生おっしゃった通り、血管の中ってどうしても血栓ができてしまったりとか、そういう長期的な安定性とともに素材を置くプラス計測をしたり、それからある種将来的には何かしらの刺激によって治療をしたりとかっていう、いろいろな体に対してアクションをかけるっていうこともあると思うんですよね。その時に電気的な、それから光の機能を持たせたりすると、どうしてもその中でエレクトロニクスですので発熱をしてしまってはいけないんですね。体って体温があって、そこから大幅に温度上昇するようなエレクトロニクスは体の中に入れられませんので、我々小さくしたり、それから柔らかくするのはもちろんなんですけれど、いかに体の中であったかくならないか、熱くならないかっていう、そういう開発もぜひしていかないといけないと思ってまして、そういうことがクリアできた先には長く置いて体の状態とか、それから新しくロボットを動かしたりとか、アバターを正確に動かすようなですね、そんな社会も来ると思いますので、いかに体の中で安定して長く動作できるかっていうのをやっぱりしっかり材料とかデバイスの視点から作っていく必要があるかなと思ってます。岡村先生には先ほども少しお伺いをしていたと思うんですけれども、やっぱりすごく高度なスキルが必要で、その設置にも経験のあるスキルのある方による手術が必要ということで、そういった課題があるかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、そうですね、その技術的なところっていうのはやっぱり課題なんですけれども、それをカバーするために今ちょっと模型を出してますけれども、この血管の構造っていうのは人それぞれ結構個人差があるんですよ。で今我々が考えているのはですね、留置をする場合、その事前に検査をしてこういうモデルを、その人のオーダーメイドでモデルを作って、で実際にその関谷先生が作られたデバイスが我々の行きたいところに到達できるのかっていうのを試すと。でそれを我々も実際にトレーニングをすると。そういうことで留置の安全性を高めるとともに、その10社もそれによってトレーニングされるので、3D 技術プリンターとかそういう技術を使って、より安全に送達できるようにすると。であと事前にですね、こういうモデルを作ると、この脳にもそれぞれどこがどんな仕事をしてるっていうのがありますので、この血管に入っていけばこういう信号が取れる。柳沢先生がおっしゃったように、やっぱり表面でいろんな仕事をしているところがあって、我々がターゲットにするところに入れなかったらあんまり意味がないので、そこもこのモデルを作ることによって分かると。
ですからデバイスを作って、あとは実際にいきなり人に入れるんじゃなくって、こういうシミュレーション技術っていうのをやっぱり高めていって、安全性と技術を担保するっていうことをやっていくと、それがいいんじゃないかなと思っています。ちょっとこれはもう個人的なご質問というかになるんですけれども、今はその、CV っていう皮質静脈に入れていらっしゃると思うんですけれども、なんかその制限みたいなのってあるんでしょうか。なんか例えばもっと他の静脈にも入れたら他の信号も取れるみたいなことってあるんでしょうか。そうですね。今回の論文では、CV も入れてるんですけど、いろんなところに入れてみましたっていう結果を載せています。で、論文の中では、運動と感覚の機能を調べる目的で、脳の表面の CV に入れて、でそうすると旧来の SSS ですね、シンクロンとか使っているところの電極よりも高精度に運動と感覚のデータが得られますっていうのを示しました。で、それを同じ電極を、視覚野ですね、頭の後ろのところにある、視覚に関連する脳なんですけど、これ左右の脳の間のところに一次視覚野というのがあるんですね。でこれは手術でやろうと電極入れようと思うとかなり大変で、脳の間を分けていかないといけないんですけど、血管だとそこにスッと入る大きな静脈がありまして、でそこに電極を入れて、視覚の反応をものすごいでっかい反応を取ることができましたっていう、そういう結果も示しています。だからいろんなところに電極は留置することができて、脳の表面以外のですね、脳の深部深いところ、手術ではなかなか行きにくいところも取れるというのも示しています。すごい、それはすごく期待が持てそう。そうですね。これは外科的にもなんていうか面白いアプローチというか、そう期待できますよね。どこに置けるかなみたいなことを考えますよね。そうですよね。柳沢先生おっしゃったように脳の深いところですね、裏側ですよね。頭蓋骨の底に位置するところっていうのは手術でなかなか入りにくいんですよ。つまり直接そこに電極っていうのは置きにくかったんですけど、案外血管の中からだったら入りやすいんですよね。ですから今までの方法だと難しかったところに血管内だったら比較的容易にアクセスできて、で今まで取れなかった信号が取れるっていうのはすごく可能性があるんじゃないかと思います。これから使い道だったりっていうところもいろいろ技術が発展していくとともに模索していったり、新しい道が開かれるかもしれないということですね。そうですね。運動関連以外でも、視覚もそうですし、記憶とかですね、いろんな脳の機能がありますので、それをより低侵襲に今までできなかった方法で計測できるんだろうというふうに思って期待しています。ありがとうございます。先ほど関谷先生に大量生産を素材していくにはどうしたらいいかというところで、なんか用途によるっていうご回答をいただいたんですけれども、すごく先生方皆さんにお聞きしたいんですけれども、この極低侵襲 BMI 技術が、完成というか使えるようになったら、先生方はなんかどういったことにこの技術を使用されたいのかっていうことをお聞きしたく。最初は運動だと思っていまして、そこは一番分かりやすいというか、今までの BMI の研究の蓄積が多いところなんですね。また体動かなくてすごく困ってらっしゃる患者さんも多いので、そういう方々の治療としてまずは確立をしたいと。で、そこから先にまたこういうデバイスで新しい脳信号が取れるようになるので、例えば記憶に関連する脳活動を調整したりとか、脳の深部から取ってくる信号を使ったりと、あとは体の他のところでも使えるんですね。僕ら転換の治療にこの迷走神経っていうところを電気刺激したりするんですけど、そういったところも血管からいけますし、その体の中のいろんなところに刺激をしたりですね、計測をしたりするっていう、そういう技術を使っていけると、また新しい医療ができるかなと思いますけどね。ありがとうございます。例えばこの電極を使って信号を受信するだけじゃなくて、そうやって入力してアプローチするっていうことも。そうですね。刺激もできます。で、こ
今回の論文でも刺激は示してるんですけど、かなり正確に刺激をすることができるので、それは、はい、今後、そうですね、応用をどんどん進めていきたいなと思いますけどね。楽しみにしております。はい、関谷先生はどういった目的というかところでこの技術を使用されたいんでしょうか。はい、ありがとうございます。私は電子デバイスの研究をしていますので、脳の機能そのものを知りたいと思っているんです。で、皆さんもご存知の通り、人間の脳ってものすごく消費電力小さく動いているんですけれど、でもものすごくその認知機能が高いと。パソコンとかスマホとか充電しなかったら全然動きませんけど、人間は多少ご飯食べなくても何ですかね、ちゃんと維持できると。そのぐらいやっぱり消費電力が小さい脳ってどうやって機能しててどう動いてるんだろうっていう、どうしても電子デバイス目線で見るんですけれど、でも逆にそういった脳の本当にこれだけ高度な計算能力とか認知能力があれだけの消費電力でできるんだったら、そういう技術をエレクトロニクス技術に応用すると、将来はもっと消費電力の小さな電子デバイスができるんじゃないかなとか、今生成 AI とかでもやっぱりものすごくそれを使って豊かな社会にはなってるかもしれないんですけれど、ものすごい電力食ってるんですよね。でそれはやっぱりサステイナブルじゃないので、エレクトロニクス目線から見ると、人間の機能の中でも脳ほど低消費電力な電子デバイスをどうやって人工的に作るかっていうことを考えているんです。将来にわたって考えたいと思ってて、その時にやっぱりここにとってもいい素材があるので、いろんな方法で柳沢先生がやっておられるそういう侵襲 BMI、 それから非侵襲非接触 BMI、 そして血管の中からの極低侵襲、あらゆるアプローチで人間の脳のこの機能が理解できれば、それを人工的に作る、将来的に私はそっち側も含めて夢持って計測はしているところです。すごいですね。もうそれこそ SF 作品みたいな完全に感じで、多分私の人生の中では全然終わらないので、せめてこういった計測器で新しい探索ができるっていうところまでをまずはしっかりと実現して、先生方に使っていただいて、やっぱり人間の脳のその維持とか、それからなんていうんですかね、科学的にどうやって理解できるのかっていうところもすごく興味を持って取り組んでます。ありがとうございます。それでは中村先生いかがでしょうか。お二人がほとんど喋っちゃったみたいなのはあんまりないんですけれども血管の中からですね入っていけるところで、私たちは私も脳外科医なんで、今頭の機能を知りたいっていうか、頭の情報を得て、場合によっては刺激するっていうのをやりたいんですけど、血管って体中に開かれた道なんですよね。ですからで今我々脳という一番難しい臓器にアプローチしてますけど、そういう技術が確立したら、例えば消化関係ですよね、胃腸の動きが悪い、じゃあそこに我々のデバイスを入れていって刺激したら胃腸の動きが良くなるとか、筋肉がある部分に弱ったそこの近くの血管に入っていって刺激したら筋肉が強くなるとか、そんな本当に SF みたいな話ですけど、もしかしたらそういう体中に道が開かれていくかもしれないんで、僕は脳の専門家なんで脳の病気しか知らないんですけど、もしかしたら他の分野の先生がこういうの活用できるかもしれないんで、そうするとすごく用途は広がるかなっていうふうに思ってます。そうですね、脳だけに限らず体全体の健康チェックみたいなところにも使える可能性がありますよね。ありがとうございます。そしたら最後になるんですけれども、ご用意させていただいたんですけれども、ムーンショット目標1で極低侵襲 BMI の研究をされているんですけれども、2050年に極低侵襲 BMI 技術が今よりもさらに発展した世界がどうなっていてほしいかというものを一言で書いていただきたいと思います。どうなっててほしい。どうなっててほしい。そうですね。社会が壮大ですね。答えも壮大になりそうです。何しようかな。脳 AI 融合というこれ池谷先生が以前エラトでやられてたテーマで僕も入ってたんですけど、すごいなんかいい言葉だなと思って僕は気に入ってるんですが、
脳、AI もどんどん進んでますし、その機能を、僕らもっと使っていくっていう点で言うと脳 BMI って、機械と脳なんですけど、機械の側が AI っていうふうになっていくわけですね。でそこがどんどんできてくると、失った脳の機能を完全に AI で回復するとかですね、いうことができるようになって、脳外科って結構なかなか治すことができない病気が多いからで、僕らその麻痺を戻すってことが回復させるっていうのが結構難しいんですけど、そういう失った機能を戻す技術としてこういう BMI をより発展させてなんぼでも失っても回復できるよみたいな、そういう社会にしたいなと思ってます。素敵だと思います。ありがとうございます。ではじゃあ私はもう非常にバクとして恐縮なんですけれど、ウェルビーイングです。人間の脳って本当に不思議ですし、楽しいとか嬉しいとかそういうのって人間やっぱり脳で作り出していると思うんですよね。どんな状況でも当然楽しい人には楽しいし、どんなにお金をお持ちでも楽しくない人は楽しくないという意味において、やっぱり人間の脳って人それぞれの個性作って幸せも作って、こういうふうに脳の機能を知って脳を安全に健康に保てたら、人それぞれの豊かさがウェルビーイングが実現できるんじゃないかと思ってますので、そういう意味においてやっぱり一人一人の大切な個性作ってる脳をいかに知って安全に、そして何て言うんですかね、素敵に維持していくかと、将来はウェルビーイングを実現するために取り組んでいきたいと思ってます。ありがとうございます。それでは最後に中村先生お願いいたします。ちょっと迷ったんですけれども、ちょっとこういう感じになるかなと思うんですけれども、やっぱり僕たち医師もですね、病気を治そうとしたり、あと例えば分かりやすいところで今の我々の技術も動きが悪かったら動きを良くするとか、分かりやすいところに結構最初はフォーカスが当たると思うんですね。でそれが例えば行き過ぎてしまうとですね、記憶力を高めるために刺激をしようとか、そっちの方向に行っちゃいがちになると思うんで、こういう最先端の技術も伸ばしながら、やっぱりなんていうんですか、マインドというか、そういうところはきっちり残っていてほしいなというかもう本当に SF の話にどんどんなっていくんですけれども、最終的にはやっぱりいくら健康でいくら寿命が延びても人らしさを失ってはいけないと、これ医療をやってたら思うんですけれども、そこも大事にしていたいなっていう、この研究の先じゃなくて一緒にこっちもっていう、そんなとこかなと思いますけど。ありがとうございます。ちょっとそこから広げていきたいんですけれども、いいでしょうか。私たちの、ニューワールドっていうプロジェクトがございまして、SF 作品を作成して、これプロの作家さんに依頼して IOB の研究者の皆さんをインタビューして、でそこから得られたインスピレーションをもとに自由にクリエイターの方が作品を作るっていうようなことをしているんですけれども、2024年に柳沢先生の研究がメランコリックダイバーという永田玲二先生による漫画として作品化されました。でそこで先ほど中村先生からもいただいたようなエンハンスメントというこの BMI 技術を使って治療だけじゃなくて、そこからさらに人間の技能を向上させる、強化していくみたいなことが、漫画の中で描かれていくんですけれども、こちらについて先生方どうお考えでしょうか。僕は漫画すごい好きでというか面白く読んだんですね。永田先生自身が医師でっていうこともあって、本当に現状、本当にこういうの起こるだろうなっていうそういうストーリーで、BMI ができたら、やっぱりそれをエンハンスに使ってしまいたくなる人たちも
出てくるだろうし、社会の中でもそれを問題視する人も出るかもしれないっていう。でとはいえそういう状況の中でも忘れてはいけないことというか、基本的中村先生がおっしゃっていたように人間らしさを保つってことは重要だっていうことで、なんかBMI が実現した世界を思い描くというか想像するのにすごくいい漫画だったなと思ってます。で本当なんか医療って本当によく問題が多いというか何か新しい、治療ができたらそれはそれで何かまた課題もできるし、でもそれは常になんていうか克服していっている歴史もありますので、社会の需要ってこともそうですけど一個一個前に進めていくってことはね、今までのままだったらそのままですし治らない人は治らないってなっちゃうからそれでも進めていくってことは僕は大事だなと思って考えてます。ありがとうございます。やっぱり医療っていう分野が人の健康だったり命っていうところに関わってくるので、一つ技術が進化すればそれによって影響を受ける人っていうのは少なからず出てくるっていうところで、そこに対してやっぱり向き合いながらというか考えながら研究開発も進めていきたいというところで。そうですね。はい、ありがとうございます。谷先生いかがでしょうか。そうですね、もう本当に柳沢先生おっしゃられる通りだと思います。やっぱり人類が発展してウェルビーイングを実現するためには科学技術とか医療とか、いわゆるそのテクノロジーとしてのアクセルと、やっぱりそれ倫理観ですね。それが暴走しないように安全を損ねないようにするための倫理観、ブレーキとアクセルが両方機能して初めて前に進めると思うので、やっぱり我々科学技術研究開発している中ではアクセルを踏むこともあるでしょうけど、同時にその法律とか人文社会学とか歴史学とか教育学とか、そういったいわゆるこれまでの人類の知識としてのブレーキも同時に両方あって初めて人類は前に進んでいけると思いますので、なのでどちらかではダメだといつも思っています。ありがとうございます。IOB の中にもやっぱりその研究開発を中心に進められる先生方と、あと法律だったりとかエルシーのような分野の先生方も加わって進めているというところで、バランスよく皆さんにとって悪いことが起こらないようにっていうリスクのケアなんかもしながら IOB では研究開発をこれからも進めていければというふうに考えております。最後に中村先生からいかがでしょうか。やっぱりアクセルというかどこまでできるんだっていうのはどんどん行ってほしいなっていうのはあって、でも実際僕は今これ研究者として3人の中に入れていただいてますけど、僕の主な生活はやっぱり病院なんですよね。で外来診療とかしてると同じ病気でもこの人のこの考え方でこのご家族だったらこっちの方を提案してあげた方がいいんじゃないかとか、かなりなんていうんですかね、クリアカットじゃないところがありますので、ですから使っていく人がそこら辺を本当にみんながよく分かってるかどうかですね。受ける側もただただできるからやってもらうじゃなくて、どこまでは自分にとって役に立つのかとか、その世間の人たちもこういう技術の知識を持つということが大事なんで、こういう動画で普及するっていうのはすごく大切なことかなっていうふうに思います。ありがとうございます。そうですね。この IOB では私をはじめとするサイエンスコミュニケーターっていう役職の方が何名かおりまして、これもやっぱりすごく社会との対話っていうものを大事にしながら研究開発を進めていきたいっていう思いがあり、こういうふうな形でやらせていただいてまして、で我々がやっているニューワールドっていうプロジェクトでもそういう一般の方々がその技術が発展しきってしまう前に土壌作りのような形で急に社会実装されて不利益を一般の方が被らないように前もってといいますか、自分事として考えていただけるようなコミュニケーションの取り組みを今後とも進めていきたいなというふうに考えておりますので、今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いよろしくお願いしま。しますす。IOB の外側でもこれからいろいろなステークホルダーを巻き込んで研究開発を進めていこうとされていると思うんですけれども、そういう中でどういった方々と今後コラボレーションしていきたいかみたいな展望がございましたら共有いただければ幸いです。僕は今作っていただいて開発しているデバイスをですね医療で使いたいというふうに思っていまして、それを作る、例えば会社さんとかですね、そのデバイスを医療機器として開発される方々とか、またそれをどういうふうにレギュレーションを通して承認を得て使っていくか、医療って本当にたくさんの方々が関わる領域なので、そういう、社会実装、医療に応用するっていうところで興味のある会社さんとか研究者さんとか、また医療関係者さんとかムーンショット以外のところでもぜひ幅広く協力していただける方がいらしたらお願いしたいなと思っていますので、はい、ご覧になっている方で誰かいましたらお声掛けくださいみたいな。お願いします。ここにここにここにお願いします。ありがとうございます。では関谷先生いかがでしょうか。はい、私もまず柳沢先生おっしゃられた通り、こういった体の中から正確に生体情報を測るっていう技術を社会に実装して世界で使ってもらうためにはどうしても企業の皆さんとの連携が不可欠ですし、そういった社会実装安全性を均一に担保するための技術開発はぜひご一緒したいというふうに思っております。またこういった体の計測をするっていう展開って国内とか海外それぞれ大切な文化価値観がありますので、日本で作ったものがそのまま世界で使えるとはもちろん思っていないので、そういったやっぱり海外の文化とか大切な価値観を知っている皆さんと一緒にですね、じゃあこの国だったらどういう使い方ができるのか、どういうふうな、安全基準をクリアすれば皆さんに使ってもらえるのか、そういう国際的な目線からもぜひいろいろな方と連携できればいいなと思っています。ありがとうございます。中村先生いかがでしょうか。はい、我々医者という立場だとですね、いつもこういうものがあったらもっといろいろ役に立つのにとか、アイデアはあるんですけど、どうせそんなもの作れる人なんていないよねっていうことで諦めてるアイデアとかも結構多いと思うんですよ。ですからこれを見てこんなことをする人たちがいるんだっていうことを僕も今回初めて知ったんですけれども、知られて、自分の分野だったらこういうのに役立つから一緒にやりたいとか、その病気は頭だけじゃないのでアイデアはあったけど諦めてた先生とか、そうですね、ドクター以外でもそういうアイデアがあったら、もしかしたらその関谷先生とかこういう素晴らしい方がいたら実現してくれるかもしれないので、温めてるアイデアがある方は一緒にやったら面白いかなと思ってます。はい、ぜひご連絡ください。最後に柳沢先生の方から今回の対談を総括してコメントを、総括、そうですよね。簡単にで簡単に大丈夫です。そうですね。はい。今日分かっていただいたように、僕ら中村先生もすごいテクニックがあって、エキスパートですし、関谷先生もすごいデバイスを作られるエキスパートですし、でこのプロジェクト自体はそういうエキスパートを集めて、ですごい施設でやったら今まで全然できなかったことができるだろうということで、もうバッとまさにムーンショットなんですけど立ち上げたっていう、プロジェクトで、僕らもこうしたらできるんじゃないかなっていうのは思ってはいたんですけど、実際こんなチームを作れると思ってなかったんですが、実際やってみるとどんどんと成果も出るし、新しい世界も広げてきて、で僕らが見てるところも結構新しいので、本当に初めて聞かれる方とか何やってんだろうみたいな気分になるだろうと思うんですね。こういう機会で本当にこんなことができてるってお話できてすごい良かったなと思っていて、ぜひ分かんないこととか、またレスポンスとかあればいただいて、僕らの活動にも役立てたいですし、皆さんと一緒に考えていきながら進めていければなと思っていますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということで本日は IOB で
極低侵襲 BMI を研究されている柳沢先生、関谷先生、中村先生にお越しいただきました。先生方本当にありがとうございました。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 それでは最後にバイバイみたいな感じで手を振ってはい、お別れしたいと思います。ではありがとうございました。ありがとうございました。